いろいろな角度の当たり、いろいろな角度の当たりについて学んでいきましょう。以前の講座では正面顔の当たりについて学習しました。今回は様々な角度を描く場合の当たりの使い方を学んでいきましょう。それではこちらをご覧ください。横、正面、斜めの人物を当たりで表現すると、それぞれの顔の角度はこのような曲線で向きを考えることができます。顔の角度を考えるときに当たりはとても便利な目安になります。俯瞰や煽りを描くときは横の線を角度に合わせて曲げてみましょう。当たりを描いておくとパーツの位置を捉えやすくなります。縦の線と横の線をそれぞれカーブさせることでいろいろな角度を表現することができます。当たりを描くときは頭の中心から顎までのラインと両耳のラインを意識して描くようにしましょう。縦線が円の中心からずれてしまうとパーツの配置や顔のバランスがおかしくなってしまうので気をつけましょう。それではいろいろな角度の当たりを使って顔を描いていきましょう。まずは煽り気味の斜め横顔から描いていきます。当たりが描けたら輪郭を描き、パーツを入れます。多少当たりより顔が大きくなっても大丈夫です。俯瞰の当たりは横線より上は広く、下は狭く描きます。輪郭パーツを描き込んでいきます。紙の厚みを考えて描き入れましょう。煽りの時は鼻を軸に輪郭やパーツを描いていきます。頭の大きさが決まったら角度に合わせて紙を描いていきます。これでいろいろな角度の顔の完成です。顔の中心を意識しよう。さまざまな場面で役に立つ当たりですが、中心がずれてしまうと形が狂ってしまいます。パーツの位置を把握しながら描いていきましょう。